懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2009年発売の金消し復刻版パート7夢の超人タッグ編2ネプチューンキングをペイントします。初代アニメカラーを参考にいつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消し復刻版7夢の超人タッグ編2、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は当時ものレギュラーサイズから厳選されたタッグ編ゆかりの超人がそれぞれ2体カプセルに入っているという設定のラインナップでした。今回のネプチューンキングは先日塗装のネプチューンマンと、あとはドクターボンベにカメハメなど懐かしい面々がたくさんです。復刻版は金型の関係で若干サイズが小さめ。まずは今回のネプチューンキングの造形の金消しの塗装前の状態です。ボディは基本的にビッグザブドウを踏襲しています。フェイスの不気味さを表現する細かな色分けとブドウの文字の書き入れが丁寧さ必要でした。塗装後のレビューを先に。今回は初代アニメカラーリングイメージ。フェイスが頭髪やマスクなど色が多岐にわたるので塗料はたくさん使いました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取るベンジン漬け込みを一晩から2日して過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラーデッドホワイトを塗りました。よく下地作りに使っている濁りのない純白カラーです。ベース塗装がその後のペイントを効率よくしてくれます。下地の完全乾燥の後、本格的な色分けの1色目、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな明るい赤色というイメージでしょうか。ボディ全面のコスチュームに、続いてモデルカラーのホワイトグレーを使いました。帯紐と下半身の袴に。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないようにシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。マスクの目の部分にはシタデルカラーのベース、グレーナイトスティールを使いました。フェイスからはみ出す頭髪と口ひげに茶系のゲームカラーのレザーブラウンを使用しました。塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。腕部の装甲に紫です。ゲームカラーのラストフルパープルを使用しました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。塗装面積は一番大きい濃い青、モデルカラーのインファントリーブルーという塗料です。上半身の背面はほぼこのカラー。塗装面積はたくさんありました。この濃い青というのは意外と隠蔽力は弱かったりもします。色ムラが出ないように気をつけて色をのせていきました。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。続いてモデルカラーのブロンズでマスクに。一部耳の部分にはモデルカラーのフラットフレッシュを使いました。足にはゲームカラーのエルフィックブルーというカラーを使っています。明るい紺色の色味のカラーです。仕上げに最後、マスクに金色のカラー違い、シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーです。かかった時間は約50分の塗装でした。ネプチューンキングはパーフェクト超人界のドンで
古代超人界最強の伝説を持つ存在です。弟子のネプチューンマンのパートナーであるビッグザブドウとして、剣道の防具のような仮面と装束で正体を隠していました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装復刻版7の夢の超人タッグ編2シリーズからネプチューンキングを初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。